こんにちは。今回は夏のベレー帽をご紹介します。糸は浜中産のエコアンダリアカラーナンバー15を使用しました。かぎ針は7号針を使用しました。長編みで編んで、最後は細編みの簡単シンプルな編み方なので2時間もあれば完成できると思います。夏糸で透け感のあるとても軽い帽子ですので、夏でもかぶれる、ベレー帽だと思います。で、サイズは、頭回りは57センチ、直径は単純に、26センチぐらいです。こうカーブしてるので、こうやって測るともう30センチ以上になります。33センチとかになります。帽子のこの幅は8センチぐらいになります。こんな感じのシンプルな帽子になります。ぜひ編んでみてください。ではご紹介していきます。こちらの、色番が23番の糸で編んでいきたいと思います。かぎ針は7号針 4mm の針を使用します。輪の作り目から編んでいきます。2回巻いて長編みを14目編んでいきます。輪の中に針を入れてそのまま鎖3目の立ち上がりで、これで長編み1目になります。あと13目長編みを編んでいきます。針に糸をかけて輪に針を入れて糸を引き出して2目取って針に糸をかけて、これ全部で引き抜きます。これで長編み1目。これで2目。はい、長編み立ち上がりの鎖3目が長編み1目分になるので、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 目、はい、14編んだら、この糸端を引っ張って動いた方から絞ってきっちり絞ります。そしたら立ち上がりの3目目に針を入れて糸を引き抜きます。はい、これで1段目が終わりました。
2段目は立ち上がり鎖3目編んだら糸をかけて、この引き抜いた目に針を入れて長編みを編みます。これで長編み2目編んだことになります。次からは、1目の中に2回長編みを編み入れていきます。なので、全部で、立ち上がりの鎖目も含めて28目になります。今、4目編みました。たらまた同じ目に針を入れて6、同じ目に針を入れて1、はい、最後の目も長編みを2回編み入れて、これで全部で立ち上がりの鎖目も含めて28目になります。そしたら、立ち上がり鎖3目目に針を入れて引き抜きます。素材によっては最初の目にこのように引き抜いたりすることもあるんですけど、今回はこの夏糸で、だいぶ隙間のある編み目になるので、このように立ち上がりの3目目に糸を引き抜くようにしてください。では、3段目また立ち上がり鎖3目編んだら、1目おきに増し目をしていきます。最初の目に増し目をします。同じ目に針を入れて、これで増し目になりました。最初の立ち上がりがこれが長編み1目になるので、次が増し目という形で最初の目は増し目を編みました。次は長編み普通に1目編んで、次の目は増し目です。同じ目に針を入れて長編み、これを交互に繰り返して編んでいきます。次の目は長編みを2回編み入れます。次の目は長編み1回、次の目は長編みを2回、同じ目に針を入れて長編み、これを繰り返します。3段目の最後に来ました。長編みを1目編んだところです。最後は長編み2回編み入れて終わります。同じ目に針を入れて、はい、これで長編みが2回入りました。そしたら、毎段同じように立ち上がり鎖の3目目に針を入れて糸を引き抜きます。これで3段目が終わりました。4段目は2目おきに増し目をしていきます。立ち上がり鎖3目編んで、最初のこちらの目も普通に長編みを1目編みます。
これで長編み2目になったので、次は増し目、同じ目に針を入れて、はい、これで長編みが2回入りました。そしたらまた普通に長編みを2目編んで、3目め増し目、はい、これを繰り返していきます。2目長編みを普通に編んで、3目めに増し目、このように繰り返していきます。4段目の最後に来ました。長編みを2目編んで、最後の目は長編みを2回編み入れます。同じ目に針を入れて、これで、2目編み入れました。これで4段目、全部編んで、立ち上がり鎖3目の3目めに針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が終了しました。5段目は6目おきに増し目していきます。立ち上がり鎖3目編んだら、最初の目に増し目を編みます。長編みを同じ目に2回編みます。そしたら6目普通に長編みを編みます。はい、6目編みました。そしたら7目めは増し目長編みを2回同じ目に編みます。はい、また6目おきに増し目を編んでいきます。これを繰り返し編んでいくと、5段目は64目になります。1、2、3、4、5、6編んだら7目目に増し目、繰り返し編んでいきます。5段目の最後に来ました。長編みの増し目が終わったところです。あと目が5目余っています。最初のこの立ち上がりの鎖目が長編みの1目目に当たるので、1目長編みを編んでる形になるので、最後は5目余るので、全部で長編みが6目編み上がる形になります。なので他のところも6目おきに増し目になっているので、このようになります。なので最後、長編みを5目編んで5段目が終わります。で、立ち上がりの鎖3目目に針を入れて糸を引き抜きます。5段目が終わりました。6段目は7目おきに増し目していきますが、最初
また目が割れる感じになります。立ち上がり鎖3目編んだら長編みを3目普通に編みます。1、2、3目。はい、3目編んだら、立ち上がりの鎖目も含めて長編みが4目編んだことになります。そしたら、次の目は増し目、長編みを1目の中に2回編み入れます。そしたら、斜め置きに増し目を繰り返し編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7目編んだら8目目は増し目、また7目編んで増し目を繰り返していきます。6段目の最後に来ました。増し目が終わったところです。最初に立ち上がり鎖3目編んで長編みを3目編んだので、全体で長編み4目先に編んでるので、最後は、3目で長編み3目で終わる形になります。最初4目編んでて最後3目編むので全体で長編み7目になります。斜め置きに増し目してきたので目数は合っています。では、長編みを3目最後に編んで全体では72目になります。立ち上がりの目数も含めて72目になります。で、最初立ち上がりの3目目に糸を引き抜いて、これで6段目が終わります。7段目以降も、このように、今斜め置きに増し目したんですけど、次は8目置き、次の目は9目置きっていう形で、8目ずつ、1段ごとに増えていきます。編み図でこの後はご紹介します。今6段目が終わりました。これが段数、こっちが目数です。6段目が終わって7段目は鎖3目で立ち上がって長編みを7目編みます。なのでトータルで8目になるんですけど、8目おきに増し目をしていきます。8目長編みを編んで増し目っていう形で繰り返し編んでいくと80目になります。8段目は立ち上がり鎖3目を含めて5目なので、立ち上がり鎖3目編んだらその後4目長編みを編んで増し目をします。その後は9目長編みを編んで増し目、9目長編みを編んで増し目という形で9目おきに増し目していきます。そうすると最後は増し目の後4目目が余ると思うので、普通に長編み4目で糸を引き抜いて終わります。そうすると8段目は88目になります。9段目は立ち上がりの
目数も含めて10目長編みを編んで11目めに増し目をします。10目編んで増し目、10目編んで増し目という形で9段目は96目になります。10段目は増し目なく、そのまま長編みを、編んでいって目数は同じように96目になります。11段目はちょっと書き方が、最後の部分も書いてあるんですけど、3目立ち鎖3目で立ち上がって、長編みを5目編みます。トータルで、6目編んだら増し目を編みます。その後は11目おきに増し目をしていきます。11目長編みを編んで増し目、11目長編みを編んで12目めに増し目という形で編んでいきます。そうすると、最後増し目の後、5目普通に長編みを編んで糸を引き抜いて11段目が終わります。11段目は104目になります。で12段目はそのまま増し目なく104目、長編みを編みます。立ち上がりも含めて104目になります。で13段目から、減目に入ります。立ち上がりを含めて6目長編みを編んだら7目めに減目、その後11目おきに減目をしていきます。最後は減目の後5目余るので、5目長編みを編んで終わります。14段目は、立ち上がりの鎖も含めて10目長編みを編んだら減目、10目長編みを編んで減目、10目おきに減目をしていきます。最後も減目の後10目長編みを編んで糸を引き抜いて終わります。そうすると、88目になります。このように、8目おきに減目をしていきます。16段まで長編みで減目をしたら17段目からは細編みになります。立ち上がりを鎖1目編んで減目をします。その後16目おきに減目2目一度の細編みを編んでいきます。で最後減目の後15目余る形で細編みを15目編んで糸を引き抜いて67目になります。長編みではこの立ち上がりの目数が、長編み1目と数えていたので立ち上がりのこの目数も含めて、72目になってたんですけど、細編みの場合はこの立ち上がりの目数は含まないので71目から4目引いて67目になる形です。そしたら、18段19段はそのまま、細編みで67目編んで終わります。では、13段目のこの減目をするところの部分と、
17段目のこの細編みの減目をするところを、あと、この19段が終わった最後の部分を説明したいと思います。